ネモ、こんにちは。ネモネーバズ堺へようこそ。パーソナリティ、サラです。香りです。フランス留学25日目。毎回私たち2人が日々の気づきや留学、異文化について語らい、緩やかに海の向こうを目指していく、そんなトークプログラムとなっております。はい。はい。 25日目ですか。はい。25日、ようやく、もうそろそろ1ヶ月ですね。そうですね。元気ですか、皆さん。皆さんお元気でしょうか？すっごいテーマ広げるっていう、元気ですか、皆さん。お前、皆さん日もまだつい本背負ってんてきていらっのかって。しゃいますか？ね、本当に1ヶ月本当にあっという間ですよって、なんか毎回時の流れ早いですね、みたいなことをね、言っている気がしますけれども、今週はサラさんはどんな1週間でしたか？1週間、授業が本当に本格的に始まって、もう朝から晩までずっと授業っていう、結構フルスロットな生活をしております。めちゃくちゃね、ちょっと忙しそうになっていてですね、サラのインスタグラムをですね、なんて言うんでしょう、アリンコのようなインスタグラムというふうに、1、2週間前に言わせていただいていたんですけれども、今となってはですね、そんな、アリンコもですね、なんて言うんでしょう、もう、なんて言ったらいいんですか？毛虫ぐらいにはなられたんじゃないでしょうか。もうちょっといい表現あったんじゃないかなと思うんですけれども。毛虫代に、そう、本当毛成長な虫代か、ごめんされて。なさい。いや、本当にあれなんですよ。私、こちらに来てから、家族がやっぱりすごい心配をしてくださるので、もう、LINE でこう写真を送るのがちょっと私、ごめんなさい。平たく言うと、億劫になってしまい、ついに自分のインスタグラムのアカウントを家族にシェアをするという行動に及びましてですね。はい、そこで、時たま母からチャットが、DM が来たりするんですけれども、ちょっとこの前、つい一日、インスタを触らない日を設けたところ、心配で連絡が来るっていう。いやー、ママかわいい。やっぱかね、わママ心配していい。ますよ。ママね、ちなみにママ、香りのこともフォローしてくださっています。ありがとうございます。嬉しくて嬉しくて、もう DM をすぐ送っちまいましたけれども、なんていうんですか我々の、なんていうんだこの、ポッドキャスト番組の用のインスタグラムもですし、私の個人のインスタグラム両方、フォローリクエストというか、フォローしていただきましてですね、いいねを押してくださるなどしていただいております。これからも何卒よろしくお願いいたします。ね顔合わせかな？もうね、嬉しくて言葉がとても温かいマミーでいらっしゃるので、きっと、サラの更新が止まったらやっぱ不安で不安で、夜しか眠れないんじゃないかだと思っております。夜しかって、十分ですね。夜寝てるじゃねえかって。十分です。はい。夜寝れてるんだったら十分です。安心でした。安心で非常に安した。心しております。いやいや、きっとね、夜も眠れないくらいの気持ちだと思うので、ね、いや、そのでも、母代わりに、結構、はい、ずぶとい神経をお持ちの方なので、いい意味で、はい、大丈夫かなと思います。だといいんですけれどもね。でも、まあね、心配は、やっぱり、親御さんなので、されているんじゃないかな、というところでですね、今回のテーマは何になりますか？ということで、今回のテーマは、家族とか友人をちょっと安心、今元気で健やかにやっているよっていうところをちょっとお伝えする意味でも、留学生の一日のリアルな過ごし方、生活リズムとか授業とか食べ物とかをちょっと紹介していこうと思います。イエーイそうね。で、特に、私も今週からやっと、カリキュラムが始まっていくっていう流れなんですけれども、サラの場合はもうすでに授業が始まって2週間ほど、はい、経って、2、3週間ほど経っておりますので、主に私、香りからさらにリアルな一日、授業、食、生活リズムについて聞きたいなというところからこのテーマとなっておりますし、今後留学をお考えの皆様も含めて、そしてマミーも含めて、お友達も含めて、さらインスタグラム更新してへんけど大丈夫かいなという方々、ぜひ必聴でございます。よろしくお願いします。
はい。これだけ全国に出そうとしてるのに、普通にポッドキャストに流そうとしてるのに、ね、全届け国に。先がすごい近くてすいません。いやもう全国じゃないわよ。全世界よ。全世界にあなたのそう。生活を届けるのよ。もう翻訳もね、つけますから、日本語と英語とフランス語で、もう聞いていただいて、ちょっとよくわからないフランスの人にもフォローいただいてますからね、今。よくわからないとか言ったら失礼ね。ごめんなさい。はい、ごめんなさい。けれども。もしかしたら、私の友人ちょうど今日もですね、クラスはい。メートと話してたら、ね、ただ、ポッドキャストやってるのって。えあら。はい。なんかお声掛けいただいて、そうそう、その子もなんか昔友達がやってたポッドキャストになんか飛び入り参加したりとか、そうそう、結構面白いこと言ってましたよ。あと、なんだっけ、彼氏さんごめんなさい、話がまたちょっと脱線するんですけれども、面はい。白いからちょっと共有さうん、せていただうん、うん。きたいんですが、その子の彼氏さんが、ロンドン、イギリスに今住んでるんですけれども、そこで、SNS の投稿え、をすごい頑張ったところ、結局なんかキャンバーってうん。いう会社があるんですけど、キャあンバーのりますね。サービスね。うん、うん、うん。クリエイターの人たちのプラットフォームとかになったりすお世話るんですけど、になってます。はい。そう私もはい。そちらのキャンバーから、なんかコンテンツマーケターオフィサーにならないかっていうことで声掛けいただいて、結素局仕晴ら事につながったっていしう、い。もう、そう、お一人話なんで。でがっつりと稼げるようなね、お力を持ってっていううことですよん。ね。素あ、晴らしい。そうですね。うんうんうで、んうん。彼は今、フリーランスの仕事をしてるんだけど、それ以外にもいくつか引き合いがあったみたいで。そう素晴らそう、面し白い。い。ね。何うにつなん。がるかっていうとこ本当ですろでね。ね。はい。ね、その何につながるかわからないですけども、まず私たちも楽しんでポッドキャストをやっておりまして、ね、はい。リアルな今もがいている、楽しみながらもがいている一日のお話をサラ様からしていただきたいなと思っております。すいません、す無理やりごいなんかもっ戻してくる。たいぶってる感じがしてきたわ。ありがとう、ありがとう。ちょっと、もう本題入っていきましょう。ごめんなさい、もったいぶってしまいまして。うん、そうですね。今、授業自体は、本当に授業が一番最初1年ね、まあ、私のプログラム自体が1年、関わりもそうなんですけど、もちろん大学のマスターには2年ある子たちもいるんですけれども、1年の場合はっていう話に限ってお伝えをすると、結構やっぱり前半すごい、基礎となるキーワードとかをすごく詰め込むスタイルなので、もう朝の、9時から遅い日は本当8時近くまでずっえ、と授業があったりし夜て、8時まで授そ業があるの？へえ。う、長い日は。で、今日とかだったら、まあ、朝8時半に来て、さっき4時半にちょっと早めに終わったんですけど、まあ、もちろん休憩とかも挟んだりはするんですけれども、基本的にそれが、私の場合は10月まで続きそうかなって思ってます。で、10月にまたちょっとちっちゃいお休みがあって、それが10日間ぐらいなんですよね。ちっちゃいと言いつつ、日本うんで10うんうん。日間もお休み取れたら結構長あいりがたい。じゃないですか。そう。だからまあ、10日間。で、その次が、12月の中旬から本当1月の中旬ぐらいまで、私の授業の場合は1ヶ月お休みがあって、それが明けると、また朝から晩まで、今度は自分の選択した、メジャー、うん、自分の選択したコース専門の、系の。そう、専門分野をちゃんと朝から晩までまたみっちりしつつ、そろそろ私の場合はインターンシップを、4ヶ月か半年以上やんなきゃいけないことになっているので、その仕事探しが始まり、できれば私の場合はこちらで見つけたいなと思っているので、まあ、1月以降はインターンシップやりながら授業を掛け持ちする感じになりそうです。っていうのがまあ大まかな流れ。うんうん。なんか、休むときは休む。勉強するときは朝から晩まで頑張る。遊ぶときは遊ぶ。みたいなうん。形で、ね、メリハリがしっかりついているんだなと思いました。ちょっと私の、ちょっとすいません、挟んじゃいますけど、私の大学院のプログラムだと、さらほど休みが長くないんですけれど、その代わり、授業が一日一日は終わるのがもうちょっと早いので、うん。はい、そこが、何ですかね、違いかなと思いながら聞いてました。はい。うん、ああ、なるほど、なるほど。確かに、確かに。同じ大学内にも別のコースだったら、もう少し早めに終わったりとか、
そもそも今まだ授業始まってなくて、フランス語の授業を先に受けてるっていうコースもあったりします。だから本当に大学とそのコースによるかなと。そうですね。じゃあ、うん。サラは、まあ基本的に一番忙しい時だったら、もう朝8時半ぐらいには、少なくとも8時か8時半ぐらいには学校に着いていて、で、9時からのうん。授業に備えていて、で、そこかうん。らお昼まで乗り切ってご飯食べながらも勉強したりしながら、で、夜8時までどんどこ授業をこなし、うん。うん。その授業そうでが終わっすよね。たからすぐ帰れるわけでもないんじゃないかなと思うんですけど。確かに、私の場合は、そのまま大学に残ったりとか、あとは結構ここ、学生さんが多いので、他の大学も結構近くにあったりするので、他の大学のライブラリーとかも使えたりするんですよ。まだ私使えてないんですけど、使えたりとか。あとは、そうですね、学生さんにもよるんですけど、なんかね、すごいみんな運動習慣がしっかりついているめちゃめ子ちゃそれたちで、同意します。うん、ごめんなさい。なんかめちゃめちゃ葛藤いやい聞くとかやいやいや、言いながら。うん。確かに。ういやん。別にね、全然、二人で話そうよ。ええそう、なんかうん。ね、大学内にもジムがあるんですけど、なんか朝から晩まで結構いろいろ、なんか、ボリウッドダンス、うん。インド人のなんかこう、うん。うん。めっちゃうん。うん。うん。楽しそうに懐かしい。踊ったりすうん。るクラうん。うん。スがあったりとか、ボクシングとか、フェンシングとか、乗馬とか、うん。スイミングとか、ヨすっガとか、ごい。本当にいろんなコースもあるし、ジムもあるし、ロッククライミングもできるんですよ。ええなんか、種そう。類がめちゃくちゃね、なんか選択肢3つとかじゃないんですね。10個ぐらいはあって、だうん、からすいろんなごい。休養の形として運動があると思うんですけど、その運動の中にもうん。10個ぐらい種類があってっていうところなんで多分ね、すね。10個以上、20個近く、なんか、社交ダンスとか、社交ダン乗馬スしたい。うん。とかもある。うん、社交ダンスそうよ、あなた。できるわよ。そうよ、私ね、今更皆さんに言うんですけれども、私、大学の時4年間、社交ダンスを競技化した競技ダンス部というところに所属をしておりまして、バリバリ、ラテンダンスを踊っておりましたので、今、そのサかっラのこいい。話を聞いて、またね、どれぐらい勉強との間でバランス取れるかわからないんですけれど、うん。ぜひまたペアダンスをしたいなと思っていますというお話でした。いや、素敵。なんかねね、昨うん。日かな、一昨日かな、それこそ家に帰ろうと思ったら、ごめんなさい、昨日はお休みだったんだけど、この前家帰ろうと思ったら、ちょうど、体育館が見えるんですけど、そこでね、男女結構30人ぐらい集まって、みんな、くるくる踊ってましたよ、社交ダンス。素敵。やっぱうね、本場にん、近いですかね。ヨーロッパ本場なので、うん。うん、もう、なんか、踊る、そのスポーツも含めて、こう、踊ることも含めて、なんか身近にあるっていうのが、ね、いいですね。なんか、勉強だけじゃなくって、こう、疲れたら、うん、こう、とりあえず、寝る、なんか食べるっていうのが多分我々、日本に行ったう時にあん、りがちな、それか飲うん、むみたいなありがちうなストレスん、うん、をこう発散させる、活動だったかなと思うんですけど、そこに、まあもちろん筋トレね、してる人はしてるんですけど、あの、うん、より日常に溶け込んでいるっていうところがポイントっていうことでうん。すかね。確かに、確かに。そう、今なんか放課後の話をぬるっとしてたんですけど、なんか他にもアート活動とか、なんかバレうエとかオん。ペラの鑑賞にみんなで行こうよっていう、なんかわあ、素声掛けが来たりと敵、か、素そう、本当に敵。多分カルチャーをなんかみんな感じるのが当たり前だから、すごい可愛いんですけれど、同期の子が、I want to show off this Paris って言って、わお。すごいリストを、そう、共有してくれて、Google のピンをいっぱいこう、ブワーって素おびただしい数の敵。ピンがついてるリストを共有してくれて、もう、ね、行くしかない。うそう、ん。行くしかない。そう、あとなんか大学のカルチャーで、めちゃめちゃパーティーが多いらしいんですよね。うん、私の大うん、うん、うん、学はとか。うん。うん、うん、うん、うん。大学生の子たちも、もうここのビジネススクールに入るのにみんなめちゃくちゃ、
私生活切り詰めてみんな勉強してたから、入ったらみんなはち切れちゃうんだ、みたいなことをちょうど同じが。そうなんだ。そうそれなんかちょっと言って日本チックなとこもあるかも。そうね、なん確かに確だ。うん、かに。受験勉う強頑張ったん。ぜ、イエーイみたいな。ただね、プレイハード、ワークハードみたいな感じなんでしょうけれど。うんうんうん、そうですうんうんね。うんそうですうん。ね。確かに確かえ、に。で、かといえば、まあ、課題も結構いっぱいありまして、もっぱら私の放課後の過ごし方は課題に追われる日々です。うんうんうん。あ、そっか。じゃあ、いろんな、Google のピンいっぱいぶっ刺さったリンクを見ながらもですね。なんか、オはい。ペラもあるのに、アートもあるのね、スポーツも何、フェンシングとかもあるの、ダンスもしなさってるんだね、って言いながら、サラはまだご参加はなさっていないと。はい。しておりません。もう悲もしい。もう、早く行もがきたい。きにもがいていらっしゃるといほんとそうう、ですよ。いや、でも、もう目の前に人参がぶら下がってる馬みたいな気持ちでございます。じゃあ、あんそのたちゃんとために頑張って食べてる？るんだぞと。ちゃんと食べてる？食べてる食べてる。ちゃんとやっぱね、食べてる。もっぱら課題に向き合っていらっしゃるのは、もう、素晴らしいことなんですけれども、デューティーとしてやってらっしゃって、素晴らしいことなんですけれども、やっぱ生きるためのデューティーとして、やっぱ寝て、食べてっていう。そう、寝て食そうべて、ですね。あと、もやもやした時のあなたよくしていた散歩とかもそう、含め散歩がて、ね、うん、そうなんですよ。そう、私なんか食べるのが本当に好きなので、こちらに来てからもう毎日のクロワッサンもしくはパンオショコラを欠かさないという習慣を素晴らしい。小麦身につけての奴隷。しまい、うん、うん。本当に小麦の奴隷も小麦の奴隷としては本当にもう危機として食べてるんですけれども、もちろん体にはなかなか応えてくるのが一つと、そうね。あれ、もう一つがなんだっけ？もうね、疲れてるんじゃない？私もわからないけど。なんだっけ？何でしたっけ？あれ、何ですか？なんかもう一つ言いたかったんだけれど散も、歩の話がしたかったあの、んじゃなくて、食が好きそうだわだから、そうだわ。パンの話してくれええ、たのは覚えてる。うん。そうだそうだ、ごめんごめん。散歩うん。の話をしたかったの。ごめんごめん。うん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 。もうドリーみたいな散歩は、記憶力も、ごめんなさい。はい。ほんとそうですよ、ほんとに。もうお恥ずかしい。散歩に関しては、ちょっとやっぱり治安がですね、大学の周りがあまりよろしくなくてですね。うん散歩はうん。正直夜は絶対にできないし、夕方、日がまだあってもできないので、ちょっと私のストレス解消法が一個今なくて、ちょっと寂しい気持ちではございそうます。ですよね。もう学校のキャンパス言えない、歩きまくり練上げるしり歩く。かないっていうことですか？めちゃめちゃね、はい、うん。練り歩いてますね。それか先ほど言っあてたじゃなの、い。うん。社交ダンスで回ってる人たちいたって、あれに参加しなさいよ。あ、確かにそね。社う。交ダンスね。私できるかしら。いや、できるよ。うん、できるできる。立てるんでしょ？歩けるんでしょ？できる。顔がマジなんだけど。急にマジ顔になるのでやめきるわよ。てください。立てて歩けるならできるわ。そう。ね、すごいなんか、ハガレン構文ですよ、それなんか。立っそうなんですか？て歩ける足があるならば、なんかあ、どこへにも行けるよみたいなセリあ、フがありまして、ちょっと今、創作しちゃったんですよ、後半は。本当ですか？ちょっとごめんなさい。私、ナチュラルに鋼の錬金術師になっていたっていうことかもしれない。ちょっとごいや、めんなさい。そうよ。本当に。ね漫画描けちゃうかもしれない。え、ねえ、ちょっとごめんなさい。名作生み出しそんな、てしまうかもしれない。ねえ、もう課題評価やめて。もなんかう、何つい持っの話？てしまう癖が。そうつい持って。そう、よいしょ、火をくべるのはいいつい、のよ。でもね、そう、喧嘩火をしないから、くべたい。私たち。そう。確か火大きくにもうして、本当に、わーって大きくして突然火くべんのやめて、で、消化もしないのが私たちの悪い癖だと思ってる。わ、すごいねって言って、木めちゃめちゃ入れて、新聞紙とかめっちゃ入れて、落ち葉とかもめっちゃ入れて、わーすっごい燃えてきたけど、なんか、飽きたね。うん、帰ろうか。いや、ちゃんとあれだよ。うん。ちゃんと面倒見るよ。なんかちゃんと消えるまでなんか、見一応ね、守ってるよ。マシュマロとかうんうん。焼きながらね。うんうんうん。うん。それ社会人としての義務だ隣にはからね。寄り添いたいから。うん。隣で寄り添う。そうそう、そのスタイルでい寄く。り添う。でもちょっとごめん、うん。ちょっと話が、ごめんなさい。私が社交ダンスしなさいっていうところからちょっとおかしい方向に行っちゃいました。ごめんなさい。父に怒られます。戻りましょう。はい、戻りましょう。はい、はい。戻ります。父、ご戻ります。めんなさい。はい。
そうですね。こちらに来てちょっと私が述べたいこととしては、授業関連というか時間過ごし方みたいなところで言うと、うん。2点かな、ありまして。1はい。点が、みんな時間通りに来ないね。そうなの？うん。え、さすがに授業はみんな来るんだけど、どちらかっていうと、今日8時半に集合だったんですよ。で、講堂ドームに集合で、みんなはい。8時半に来たんだけど、授業が始まったのがですね、9時15分。45分も遅れてんじゃん。10分とかの話なんだと思った。そう。え、そうなの。皆様が静かしかになるまでもでも、45分かかりましたってこと？ごめんなさい。いや、またいらでないこと言っちもさね、ゃった。それがね、うん。違うのよ。いや、うん。それもそう、そういうことかなと思ったんだけど、なんとですね、そのドームに入るのに30分かかるっていう。はい。うん。ちょそう、っと意味がわなんかね、からない。うん。いや今日だけじゃなくてですね、それごめんなさい。始業来る人が式の日も、遅いから。うん。みんないるの。みんうん。なもう8時半にはいるんだけど、うん。なぜか入れないっていう、なんか大学側が多分ちょっとバッファーを持って、今回45あ分前とかに、あ。あ、そう、そっか、集合ってするんだけど、みんな遅刻する可能性がある。そういう意味でのサラが時間通りに来ないって言ってくれたってこと？うん、うん、なるほど。うん。なんか多分その分もあるんだけどね。始業式なんて1時間後でしたよ、始まったのが。そっか。じゃあ、そうで、なんだろう、もうね。うん。学生同士ではなんか、なかなか入れないね。なんか、they don't let us in だね。なんでだろうね。みたいな、うん、うん、みんなとようん、うん、とよしてうん、て。うん、うん、うん。っていう、なんか、ちょっと、運営側の多分、あの、どんぶり感情がややあるのかなってあ、勝手ながら。まあね、でも、それは、あの、ごめんなさい、他のフランスの大学、私の大学も含めて、他のフランスの大学の方からも聞く事情でございますので、もう、緩やかに海の向こう側を目指してきたっていう私たちは緩やかにそれを受け入れるほかないのかなっていう確かに、ことなんでしそうょうか。するしかない。そっか。じゃあ、そうですね、きっ真面目と。に早く来たサラはちょっとだいぶ待っちゃったってことだよね。そうだよね。あ、いや別に友達と一緒に立ち話をずっとしているだけなので、うん。そんなに痛手とかではないんですけれども、なんかだいぶ日本とちょっとカルチャーが違うなと思って、かそこは面白いなと。面白い。じゃあ、どんぶり感情、多分、一つ目。あ、ごうん。めんなさい、ごめんなさい。そうそう、なんか情報共有かな。情報共有うん。が多分ちょっと、あの、雑、雑というか、もうちょっと丁寧にできそうというか、日本だともうちょっと丁寧にする気がするなっていうふうに思うことあが多いとなんかこう、言いますか。エラボレイトじゃないってことですか？なんていうんですか？あの、曖昧なのか、それとももうちょっと手を込んで説明した方が誤解が招くんじゃないかっていうことなのか。日うん、本の場合だと、多分決まってることが多いかなと思ってて、うん、例えば、何時にここに集合して、何時から開始しますよっていう、結構こう、タイムテーブルを共有したりする文化があるじゃなうん、いですか。うん、うん、うん。こっちは、聞いたら出してくれるけど、聞かない限りは出てこない。あら。多分今回も事前になんか8時半に来て実際始まるのが9時ですとかっていう風になってれば、それはそれで問題なかったと思うんですけど、みんな8時半に開始すると思って来てるから、みんなちょっと早めに来るんですうん、よね。うん、うん、うん、で、うん、そこでなんかちょっとこう、期待値のズレみたいなのが発生しうん、たりする。うん、あとは授業とかも、やっぱり大学の頃とかだと、何時から始まって何時に終わるっても結構明確に決まっうん、ているうん、うん、とうん、思うんですけれどうん、も、こうん。ちらは、今この時間に始まって、霧のいいとこここで終わりましょう。じゃあ今から20分後にまた再開するねっていう形で。あとは、もしくは夜遅い場合は、次の電車が来る時間が何時ぐらいだから、じゃあそれまでに終わらせるようにするね。とほう。か。っていう感じで、ざっくり。結構もう、うん。そう、ざっくり、その場で、流動的に決めるっていうのが、結構、カルチうーャー違うなっん。て思なんうこか、とでしたね。なんて言うんでしょう。でもそうなると、おのずと来るのも早くなって帰るのも遅くなるから、その先ほど言った、サラの体力問題ですか？ね、疲れちゃってみたいなところにもこう、影響しちゃう、みんなそうだったと思うんだけど、ね、影うん、う響してん、しまうし、うん、なんて言うんでしょう。例えば、
その先ほど言ってくれた8時半に集合しました。結局9時にから始まりました。その30分に何が行われていたかもよくわかんないという感じなんですか？単なる、みんな遅れてくるかもしれないから、8時半に設定したよ、なのか、それとも何かの準備が行わないといけない30分間だったのかもわからない感じですか？多分、いわゆる、入場会場時刻、入場開始時刻をスタート時刻としてアナウンスされるっていはい。うこと自体で、なんか期待値のズレがあるっていう感じなので、うーん。早く始まる分には別に大丈夫。あと、決して時間より遅く終わることはそれはないんですね。それはないんですね。ない。うん。よかったよかった。そうですね。そこにうん。関してはなんか先生側もしたくないっていう感じで、よかっそこが厳しい。うん。た。そっかそっかそそう、なんかっか。よっぽそうでどすよね。1、2分、そう、遅くなるようだったら、なんか結構生徒側も先生側もごめんね、みたいな、なんかもう終わらせればいい加減っていう感そっかじでそっか。区切っやってくれるので、多分みんな早くその分は帰りたいって自然にことか。ずれる。そうそううん。そうそう。もうみんな早く帰って、早くなんかワインだったりとか、いっぱい引っ掛けて飲みに行ったりとか、うん、うん、コーヒー飲うん。みたいとか、だうん、ったりすうん。るので、そっか、じゃあそこはすそこは、ごいなんか、休みに対する貪欲な姿勢は素晴らしい。すごい。そこはちょっと日本と違っていいとこだね。なんだろうん。う。これ終わってないから絶対やります。終電だけでやりますっていう、それが良さでもあるときはあるんだけれども、まあ、確かに。どんどん伸びていくっうん。ていうことはないというところで、ない。はい。そう、うん。オンオフがはっきりしていて、なんかそれが顕著に私が思ったのが、必ずその20分とか15分のお休みの時、みんな、日本だったらそのままもうトイレ休憩最低限だけして自分のまた席に戻ってくることはい。が多いかなと思うんですそうね。もうですね。時間もうん。短いし。こちらではですね、15分もあれば十分と思って、みんな機器としてベランダに出たりとか、お、とにかく外に行って、外の空気を吸いながらタバコを吸いたい。もうとにかく日光を浴びたいっ素晴らしていうい。文化が強い気がします。かといって、じゃあ授業はめちゃくちゃ発言もするし、集中はするしっていうことですよね。手を抜いて勉強してるわけでは決してなくって、中途半端にむ学業を終わしろめちらせるっていうのゃくちゃ、ではなくて、時間内で最大限のうん、アウトプットとインプットをしようっていうのはやりながら、ただ、ちょっと、時間の、これは何のための、時間なんですかっていう設定が曖昧というか説明不足というか、そこが問題うん。かなっていう、時間通りに始まらないっていうのが問題かなっていう話ってことですね。うん。なんか、そうですね。うん。コンテンツクオリティはめちゃくちゃ高い。うん。うで、ん。日本の規律に慣れてると、もうちょっとできることありそうって思う瞬間がままあるっていううん。感じうん。うん。なんです。か、どうですか、もう本当さやさん。にとにかくクオリティ高い。それを改善要望として出していただきたいですね。出していただきたい。多分もう文化の違いな気がします。みんなそれがもう慣れてるから、改う善要ん。望を出してもいいですけど、多分みんなそんなもんでブーイングがしょって感殺到する気がする。じ。そうちょっとそなの？んなもんだよねみでも、たいな感じが気がする。でも、いろんなさ、インターナショナルな学生が来ることに価値があるプログラムだと思うから、なんうんだろう。うん。そのグローバルスタンダードをどこに持ってくるのかって話かもしれないですけれども、もうちょっと設定が、クリアな方が、助かるなって思う人たちもいるわけであって、その意見としてうん。述べることはめちゃくちゃ意義があるんじゃないかなと思いました。なんかそこの、確かにうん、人による気がするうん、けど、なんか私の場合は逆になんか日本のその規律がめちゃめちゃあった環境に慣れてたからそれに順応できたけど、それが果たして正なのかうーん。って今は思うようになったっていなるほど。う感じかな。なるほど。確そう。かにね。逆に、なんか人間の集中力が切れる瞬間って多分今設定されている例えば1時間のミーティングとかが、その集中力がずっと続く。きっかり1時間で終わるわけじゃないじゃないですか、集うん、うん、中力が。うん、うん、それだうん。ったら、もうみんなこの ODS、クラスのメンバーが集中しているであろう、この時間のうちにちょっと時間を押してでも進めておいて、で、その分お昼休憩後のところは内容をちょっと軽めとかアクティブなものにしてとか、っていう感じで多分どちらかというと相手の反応を見て、こう授業の時間を調整したりするところあもあるあ、から、
そうそう、一概になんか、規律に全部当てはめるのが、成果とそっか、言われるとそっか。そうじゃないのかもしれないっていう今発そっか、そっか。見も今あって、そっか、そっか。私もでもこれ面白い。回答は出うん。せてないんですよ。回答は出せてそっか、ないんだけど、どそっか。っちがいいっていう回答は出せてなうん、いんだけうん、ど、うん、うん、うん。場合によっては、まあ、ありだねってなって。ですね。あ、素晴らしい。今、サラの中で化学反応が起きていて、ね、そのフレキシブルな良さとか、その日の、なんて言うんでしょう。いい感じに料理してくださっているところですね。教授の方たちもっていうことですよね。うん。授業の内容とか、そのみんなの反応とかを見ながら、何がベストなのかっていうのを見ながらの、そのためのバッファーの時間だったっていうことかもしれないっうん。ていうのもありながらっうん。てことなうん。んですね。そうですね。そっかそっか。確かに。そのうん、分だうん、から先生の質によってすごい変わりますね。うん、まあ、うん、うん。日本でもそうか。日本でも先生の質によって授業のクオリティがすごい左右されるのはもちろん一緒だと思うんだけど、うん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 。そう、日本の場合、ごめんなさい、なんか日本とフランスを比較するみたいな話になっちゃうんですけど、なんかこれもすごい面白いなって思ったのが、日本の場合だと、やっぱり先生の話をひたすら聞いて、最後レジュメをなんかこう課題とかレジュメとか提出して終わりっていう感じだと思うんですけど、こちうん、らの場合って、とにかくやっぱりその授業に対する評価を聞かれるんですね。うん、うん、うん、で、それが大学のポータル上でも聞かれるし、必ず先生から今の授業どうだったとか、もしうん、くはなんかさっきの授業のコマ、なんか別の先生の方でも、さっきの授業のコマってみんなどうだったって積極的に聞いて、生徒も結構もう、ストレートに言います。なんかうん。正直ボーリングだったよとか、なんか何をこええの授業から得ればうん、いいのかがうん。すごく不明瞭だったから、どういう姿勢で聞いたらいいのかわかんなかったよとか、あのプレゼンテーションのこの部分で多分大半の参加者の人たちの集中力、関心は離れてったから、そこはすごいもったいなかったよねとか、うん、うん、結構うん。みんな辛辣な、そういう意ことです。見をちゃんとしっ率かり伝直に。える。うん、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 ううん。ん、うん、うん。うんで、その代わり、ちゃんといい質のいい授業を、どんどん作り上げて一緒に行き一緒にね。ましょうっていううん、うん、う感じの、ん、うん、うん、ううん、ん。うん。文化を私は感じました。なるほどね。だから、感じております。その質の部分っていうのが、時間通り、時間がどう設定してとかっていうんじゃなくて、どう先生たちが何を提供して、それにどう自分、生徒としてコミットするのか、みたいなところに皆さんフォーカスしつつ、うん、率直に意見を述べうん、ていると。で、それによって、うん。サラの中で今化学反応が起きているというそうですこね。とですね。いや、ちょっと待って、すいません。ありが一つ目、とうございます。綺麗にまとめていただいて。いえいえ、ちょっと合ってるかわかんないですけど、二つ確か、ごめん、私の聞き間違いじゃなかった。二つ思うことがあってっていう、一つ目が、時間通りに始まんないみたいな話だった。もう一つが、ごめん、なんだったっあ、結局そのまま話の流れで言っちゃったけど、け。うん。多分、しっかりと先生を評価するというか、自分のこそっか、そとをっか。ちゃんと、そううんうん。そうそう、思ってることをちゃんと伝えていくっていう、その生徒のうん視点うん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 がすうんうん。ごく面白くていいなそっかそっか。って思ってる文化です。この二つが、来てすごく感じていることっていうか、今授業が始まって、2、3週間経って、まあ、で、先ほどうん。言ってくれたような朝から晩まで大変な、一日でパンデショコラですかあとクロワッサンパンを食べ、をしようかな。うん。小麦の奴隷になりながら散歩もできず、うん。運動も大してできない中でっていう一日を語ってくれましたけど、まあその授業の中での得た二つの大きな学びが、先ほどの時間の話と、あとは時間というものでは、ものと別軸で質を高めようというムーブメントがあるっていうところが、あの、いい点でもあり、ちょっとなんて言うんでしょう、コントロバーシャルというか、なんかこう、サラの中で今まだいいところなんだろうか、それともまた一年経って違うように思うことがあるんだろうかって思うようなポイントっていうことなんですかね。でも、むしろどちうん、らかというと多分すうん、ごくポジティブにうん。私は捉えてます。うん。そっかそっか。なんか一じゃあ、緒に授業を作っていこうとか、うん、本当に相手にちゃんと届いてるかなっていうのを一個一個確かめながらしっかりと進めていくっていうカルチャーなんだなって思ってるので、それが結局、犠牲になってるのが例えばその規律性、時間を守りましょうとか、うん、うん、うん。そういうのってそもそも何のために必要なんだっけっていうのを、なんかそもそも論をすごく、あの、
今揺るがされてるというか、自問自答ができているので面白いなって思ってるポイントです。うん。よかったです。そのね、大変な毎日の中ですでに、先週は、確か、なかなか発言ができなくてですね、先々週かな。お城に行った時は発言が私、一個もできなくてですねって言って語っていた、女の子がですね、今は毎日発言をされているとのことですので、そこの変化もありながら、はい、そこの変化もありなそうなんがら、ですよ。今ね、言ってくれたそう。二つの学びもあり、はい、っていうところで、ただ、朝は何時に起きてらっしゃるんですか？ちょっとリアルな一日の話になりますけど。今日だと、朝、6時半に起きて、ちょっと支度をして、7時、嘘つきましたね。お6時半に起きて、私が、家が、大学からだいたい30分、45分くらいからだったから、7うん、時50分に、友人とうん。待ち合わせて一緒に通学をして、8時半ちょい前ぐらいに大学に着いて、そこでホットココアを買って、あら、素敵。うん。はい。そこから45分間ずっと立ち話をして、授業が開始されました。そっかそっか、先ほどのバッファーの時間がありで、授業開始はい。して、そっからお昼はいつ取れるんですか？お昼がだいたい12時から1時間とか1時間半取れるので、うん、大学の学食もあるので、学食で買ったりとか、もしくは近くのスーパうん。ーに買いに行ったりとか、周りにお店もレストランもあったりするので、そこで食べてる子たちもいますね。そっかそっか。で、また午後から授業が2時とか2時前とかから始まって、で、一度その夜8時までぶっ通しってことはないと思うんで、夕方休憩がうん。あり。で、何かそう。軽食を食べたりして。みんなだいたいその間に、なんかちょっと甘いスイーツとかを食べながら、みんなコーヒー飲みながら、もしくはタバコを吸う、うん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 。休憩を挟み、そうですね。で、夜になったら、そう、実は私の大学、敷地内にですね、バーがああら。りまして。ごめんなさい。夜になったらっていうのは具体的に、先ほどコーヒー飲んでとかっていうのは4時、5時ぐらいの話で、4時、5時ぐらいで、そこから授業がまた再開されて、その日によるんですけど、今日は4時半だったし、うん、場合によっては本当に8時近うん、くまでとか、うん、う8ん、時過ぎでうん。終わるんですけれども、大学の、すみません、バーの話がどうしてもしたくて、また言っちゃうんですけど、はい。バーがお昼の12時から営業を開始しうん。てて、お昼は一応そこでサンドイッチとかも売ってるらしいんですけど、一応、なんかお酒の提供とかも大はい、学でバはい、ンバンはい。するから、うん、うん、みんなうん、うん。だいたい授業終わりに気が向けば、そのバーでみんな待ち合わせて、そこも、そうですね、プラスチックのカップを渡されるんですけど、最後必ず飲み終わったらまた戻るとちょっと返金になったりとかする制度はい。もあるらしい。うん。それに夜までやっていて夜にも行かれるってことです？じゃあ授業終わってからですよ。授業終わってから、授業終わってから行って、バーに行って、引っ掛けようぜって言っそって、そうそうそう、か。飲んで、そっでかそっか。帰るって感じ。じゃあ8時ぐらいまで授業があったら8時の後にバーに行き、飲んで、こう帰ってまた課題をし、で、最終的に11時とか12時とかまで頑張りながら、寝るのもそれぐらいですか？寝るのも結構遅いんですか？寝るのは、今のところ、例えば今日の予定で言うと、今、ポッドキャストを撮ってるのが、授業終わった夕方の、今何時？ 今もう7時ですよ。7 時。もう夜か。うん。なんかまだ外が明るいから、思わず夕方って思っちゃうんですけど、夜の7う。う時。ん。で、これが終わったら、そうですね、エッセイと、テストがあるので、エッセイがだいたい2時間ぐらいかかるって、別の子が言ってるので、そのエッセイを書き終えられたら、23時から私はフランス語のオンライン授業があるので、それを受けおー。て寝ようと思っております。なるほど。じゃあ結局、寝るのが12時以降になりそうですね。なりそうですね。12時以降になっちゃいそうですね。そうでで、明すね。日また9時ですね。明日9時から。というところなので、また今日と同じ感じで、6時半とかに起きてっていうことになるんじゃないかなと。これがリアルな一日ですよっていうところで、ちょっと間に、授業での学びのいい話も出ましたけれども、あの、
リアルにこう、もがいている。留学して1ヶ月経つか経たないかぐらいの一番忙しい時期であろう、人のリアルな一日をお話ししてもらったんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか？今が一番忙しいのかな。だといや、いいんだけど。慣れてないからより忙しいのもあるんじゃない？忙しい、その心の余裕がないっていう意味での忙しさも含めて今が一番忙しいかもしれない。ああ、うんうん確かに。うん。私の場合は結構手続き書類周りの申請で結構問題が多発しまして、あとは私引っ越しをすることになっているので、ちょっとその手続きとかも合間に結構、うん。生活基盤をまず整えるところがまだ安定してないので、すごいバタバそうですタしてるね。ね、状況ですちょっと、けれども。一応補はい。足しますと、サラは、一応今大学の学生寮に住んでるけど、またちょっと別のところに、治安的な問題もあって、引っ越しましょうっていうところもありながら、ね、いろんな、生活インフラを整えるための手続きもしながら、授業も受けて、フランス語レッスンも夜挟んでという、大変多忙な一日を送っていらっしゃいますが、もし、これから留学をお考えの皆様も、まあそんな感じでバタバタしながらも、なんとか、なんとかこうやって楽しく生きてる人もいるんだぞっていうのを聞いて、緩やかに海の向こうを目指していっていただければと思っております。ね、いい感じに言っそうですね。てんじゃねえか。緩やかかどうかはちょっと今一瞬あれだけれども。そう、でも本当楽しい。なんか充実してるので、本当に、毎日毎日疲れて、家に帰ってきて、なんか、本当充実感にまみれながら寝れてるので、すごく幸せなことだなと思います。そうですね。もう、毎日同じことの繰り返しではないというところは確かかなとそうですね。思うので、うん。1年後振り返ってまたこの時のね、先ほど話してくれた授業で良かった2つのポイントとか、あの時の一番しんどかった時期を振り返ってみたいな話もまた2人でしたいなと思ってうん。おります。はい。そうですね。というともうころです。何よりも今、うん。はい。夢に対して確実に進んでるっていうことは、すごくいいことかなと思うので、また引き続きアップデートをお伝えしていけたらなとはい。思っております。では、最後ですね。ネイバーズ坂では皆様からのメッセージをお待ちしております。はい。もし質問やコメントなどあれば、番組概要欄に記載しているメールアドレス、ネイバーズ坂@gmail.com、ネイバーズ坂@gmail.com まで、または、Google フォーム宛てにお送りください。Spotify、YouTube、Podcast など番組ページのフォローも引き続きよろしくお願いします。急にサラ話すの早くなってびっくりしちゃった。ごめんなさい。はい。慣れてきちゃった。はい。皆様ちょっとコメントもよろしくお願いいたします。コメントいただいた方もありがとうございます。はい。それではまたありがとうございます。金曜日、来週の夕方5時にネイバーズ坂でお会いしましょう。ここまでの相手は香りと、サラでした。おばばー。おばばー。ごめんなさい。ずれちゃいました。いつものごとく。仕方ないです。これはまたリアルで会う時まで。はい。はい。